生きて帰ってきたんだよ。あの女もいるぞ。とんでもねえ、あの女なんか助けてやることないよ。また海に叩き込んじまいな。やめろ。助かったんだ。もうこれ以上のことはするな。ありがとう。おいしいね。ああ、これはフカヒレなんだよ。特別さ。助かったんだからね。なんて言ったの？特別だって言ったんだよ。違う、何のスープだって言った？フカヒレ。フカのヒレだよ。フカヒレはこんな味しないわ。食べたことがあるのかい？食べていたわ。毎日海の上で。妹が死んだのはフカヒレのスープを飲んだ翌々日です。やっとの思いで助かったのに、妹は岬の突端から身を投げました。せっかく助けてやったって言うのによ。最後の最後まで恩知らずな女だったね。なんだって身を投げたんだよ。助けてもらった命をさ。知らないよ、あの女のことなんか。誰も妹が死んだわけを知りません。でも僕には分かるような気がします。僕は少し足りませんから。自分では足りないと思いませんが、みんなが足りない足りないって言うから足りないと思うんですね。で、足りない僕の口から妹が死んだ本当のことを言っても怒るから言いたくないんです。怒らないよ。それで何度も失敗したから。怒んないからさ、教えてくれよ。本当に妹はね、フカのヒレのスープを飲んだから死んだんです。親切で飲ませたスープに当たったとでも言いたいのか。本当に恩知らずな兄弟だよ。あのままお前も海で溺れ死んでりゃよかったんだ。ほらね、怒られたでしょ。だから話したくなかったんだ。頭の足りない人間の話っていうのは話が足りないんだ。だからみんなにはゆっくりとちゃんと喋るから聞いてよね。フカヒレのスープを飲んで死んだ妹の話。これはね、妹が死んだ日と同じように嵐が過ぎ去った浜辺の晩に始まるんだ。ダメだクイア、海と同じでしけてるぜ。俺はそうでもないよ。いつ拾った？ 1、2いっぱいだ。2の次は3だよ。ガラス瓶じゃねえかよ。でもいっぱい拾ったよ。だからいくつ拾ったんだ？ 1、2いっぱいだ。捨てろ。浜に流れ着いたガラス瓶なんて空っぽよ。耳に当たってゴーゴー言うばかり嵐の余韻が入ってるだけさ。去年の嵐の後はいい物に当たったね。お前鼻のでかい仏像を拾ったろ。あれね、カメラ様って言ってさ、尊いもんらしいよ。あんなもんがか。金になったもん。おお、それは尊い。向こうからはいつも尊いものが流れてくる。そうでもねえよ。腐ったひょうたんとか死にかけたイルカとかよ。でもあんた、そのイルカ殴り殺して皮剥いで金にしただろ。そうしなきゃ売れねえのよ。俺が殺して金にして死にかけたイルカを尊くしてやったのよ。ああいうものっていつもどこから来るんだろうね。沖の向こうは滝になってて船が落っこちるらしい。あれなんだこれ。ヤシの実だよ。浜に流れ着くもん定番じゃねえか。立ち上がった。バカ、ヤシの実だってたまには立ち上がらねえよな。水くれや。どうした？見たんだ。すごいぞ。何がすごいってもうすげえんだろ。嫌になっちゃう。何を見たんだよ。わからねえ。だけどあれは人じゃない。お前だって人でなしだろ。信じられるか。見たんだぞ俺はこの目で。でも今使ってるのは口だろ。とにかく大きくてさ、顔中毛むくじゃんでずぶ濡れなんだよ。水くれよ。え？何？水くれってんだよ。大きくて毛むくじゃらでずぶ濡れで水ぶくれっておいなんだそれ。わからねえ。とにかくわかんないんだ。全然わかんないけどすごいんだよ。どうすごいの？だからすごいって言ってんだよ。見たやつみんなが。あんたも見たの？俺？あんた見てないの？見たよマジかで。それお前かぶりつきだよお前。どんな化け物なのよ？顔は真っ赤さ。顔だけじゃない。開けた口の中まで格好のように真っ赤だ。俺を見るなりドドドドドドド闘牛みたいに向かってくる。後ろを見ればうわー、もう断崖絶壁。前からはやつの角。角が生えてるの？生えてる。しかもそうだった。水ぶくれなんだ。何？水ぶくれ。角が生えてて白ぶくれって何よ？わかんねえ。ちょっといいよ。うちの
聞いただけじゃなくて直に見たらしいのよ。あら、うちののよ。うちなんか噛みつかれたんだって。でも食われなかっただけよかったよ。やっぱり人食いなのかね、その化け物。あれもそいつの仕業だよ、きっと。なんだよあれって。去年ほら牛が丸半分食われただろう。あれはあんたがニューオーダマリー男爵が憂さ晴らしに牛を食ったんだって言ってなかったか。おかしいと思ったんだよ。ニューオーダマリー男爵があんなことするわけないもん。そうよね。あの牛半分しか食われてないからまだ半身で生きてるらしいよ。じゃあその食べ残した半分を食べに来たんだね、そいつ。そいつって一体何なんだよ、その化け物。角が生えてて、しかもそうシルブプレーって言って食らいつくのよ。シルブプレー？何のこと？鬼の言葉で首くれってことよ。今なんて言った？鬼なのそいつ。鬼って言ったよね。知らなかったの？鬼よ。真っ赤な顔してるのが赤鬼よ。なんで赤鬼がやってきたの？きっとあれだわ。何よ、心当たりあるの？ほらあれよ、あれだってば。何よ、あの女よ。そうだわ、忘れてた。あの女が赤鬼を呼んだのよ。あの女よ。どうしたっていうの、うっとうしいよ。窓開けてよ。隅っこで何触れてんの、兄さん。お前知らないのか？赤鬼だろ。赤鬼が現れたって話だろ。知ってたのか？そんなもの嘘に決まってるよ。どうせまた私が呼び寄せたとかそんな噂になってんだよ。そうなんだよ。お前呼んだのか？何よ。だからその赤鬼を。誰が？お前はさ、時々変なもの呼ぶから。私は何を呼んだ？嵐とかゴジラ、それと石田純一が浜に出たって。あれもお前のせいだって話してたよ。ここで起こる変なことはみんな私のせいだ。お前が美人だからかな。美人ってどういう意味か分かってんの？男がやりたくなる女だろ。兄さんそれ自分で考えたの？水金が言ってた。女は2種類に分かれる。やりたくなる女とやってやんなきゃいけない女。どっちみちやるってことだろ。そうなるかね。男は一種類さ。朝顔の鶴が絡んでるのを見てもやりたがる。それ以外の男はいないね。よくないよ、その喧嘩腰。水金はお前と仲良くしようと思ってるだけなんだから。私とやりたいだけさ。私の名前もろくに知りゃしないよ。だあ、そんなことないよ。お前の妹ってよく言ってるよ。兄さん、妹は名前じゃないよ。あ、ごめん。いいよ。ここらの女は私のことをあの女としか呼ばないし、兄さんはお前って呼ぶし、男たちは黙ってやりたがるだけだし、私には名前がいらないのよ。わあ、どうしたの？大事思い出した。何よ。赤鬼を見たんだ。いつ？さっき浜辺で瓶拾ってる時にでもさ、こんなにゆっくり話してていいのかな。赤鬼後ろ。兄さんの話と頭日に日に足りなくなってくよ。鬼。たとえ私の後ろに鬼がいようが蛇がいようが、私にはこの世で驚くことは何もない。驚きの木は枯れてしまった。驚かされ続ける。私はね、絶望してるの。誰に？人間にさ。驚くようなことをするのは化け物じゃない。いつだって人間さ。かっこいい。その日の妹のセリフはかっこよかった。けれど翌日、赤鬼と会った時、妹がそのセリフ通りうまくやったのか、僕は知らない。旅しられるしみじみ
って結構大変だったんだ。こんなに大変な思いをして生きてきた私をよくもあっさりと食えるなんて。お前は鬼だよ。そんなことするからあんたは顔になんて呼ばれんのよ。鬼が人を食べるんじゃないの。人を食べるから鬼なのよ。自分で言うのもなんだけれど、俺ほどお前のこと考えてるやついないぞ。などんべえ。何じゃねえよ。お前からも言えよ。お前の妹だろ。おい、だから黙って見つかりにやらせろ。お前らそうじゃねえだろ。じゃあどうなんだい、やらなくてもいいのかい。俺はただお前の妹に心開かせたいのよ。心ってまたのことかい。自分で言うのもなんだけれども、俺はさ、開かれた人間なわけよ。お前の妹ここいらでなんて呼ばれてるか知ってるか？あの女だろ。知ってたろ。あの女だぞ。あの女。あのがついて語尾が上がったらどんなものも終わりだよ。あの奥さん、あのお店、あの芝居、そしてお前はあの女だぞ。泣いた赤鬼って話聞いたことあるか？お前はこの浜ではあの嫌われ者の赤鬼なんだよ。そして俺が自分で言うのもなんだけれども、お前にとっての青鬼なんだ。身を投げ打ってお前をこの浜の人間たちと仲良くさせようとする開かれた青鬼なんだよ。本当の赤鬼が聞いてたら笑ってるよ。どこ行くのお兄さん。青鬼の話が集まったら席を当てて水金が。そうは言ってないだろ。浜辺でガラス瓶を拾ってこいって言ってんだよ。いっぱい拾ってこいって。一晩帰ってこられなくなるから拾えっつって。あのな、お前が拾った一文にもならないガラス瓶を高く買ってんの誰だよ。水金。普通あんなもの誰も買ってくれないだろ。それ俺は買ってやってんだよ。ありがとう。俺がだよ。どうせなんか企んでんだろ。俺はさ、自分で言うのもなんだけれども新しい男なんだよ。ここらの奴らは嵐の後浜辺で死にかけたイルカ殺して金にする。俺は違う。浜に流れ着いたもので一番高くつくものは誰も見向きもしないガラス瓶だ。あの中に何が入ってると思う？俺知ってる。海の向こうが入ってるんだよ。いつから詩人になったんだよ。詩人ってのは風を神様の乗り物っていうバカだろ。波は誰の乗り物だろ。そんなこと考えて金になるか？ならない。死なんて金になるな。じゃあなんで浜辺のガラス瓶に海の向こうが入ってるなんて言ったのさ。海の向こうは詩人の夢じゃない。本当にあるんだ。その海の向こうに一番近いのは俺たちが住む海岸線だ。ここで漁師は魚を取ってるバカだ。俺の魚はこのガラス瓶の中身だ。一本だっておろそかにしちゃいけない。トンビ中身だ。お、入ってる。見せろ。なんて書いてる。ちゃまた助けてくれだ。こればっかりだ。海の向こうも大変なんだな。いつか魚よりこのガラス瓶の中身の方が高くなる時代が来る。私は海に潜って貝を取るよ。お前古いよ。心をまたも開けよ。体中の穴という穴を開けよ。海の向こうに向かって。トンビ近頃分かってきたらいいぜ。兄さん、水金の言うことは嘘っぱちばかりさ。そう、嘘と呼んでくれ。嘘。空にあるのは UFO。海を漂うのは未確認泳いでいる物体 Unidentified Swimming Object、 略して UFO。 嘘だ。浜の魚より浜辺に流れ着いた嘘だ。金になるとき必ず来る。あの赤鬼もそうだったのかな。俺が見た赤鬼もその未確認泳いでる物体だったのかな。おい、なんかいるぞ。なんかいいのか。どうした鬼にでも当てる顔して。あるわけないだろ。私は鬼なんて知らないよ。本当だよ。鬼に会ったのは俺。それも二度は。赤鬼なんているもんか。いるよ。いつもの浜の噂さ。その目で見たら違うさ。この目で見たらなおさらだ。100歩譲って、もし本当に赤鬼がいたら俺喜んでそいつと握手するね。キスしたっていい。俺の心は誰にでも開かれていいら。トミー、なんでこんなところに赤鬼がいるんだよ。知らないよ。こんなやつ家に飼ってたのか。いつからだよ。私昼からついてきたの水あげたら。捨ているとはわけが違うぞ。うわ
喋るわけないだろ。そう。馬が喋るか犬が喋るか、あれはうなってるんだよ。ずいぶん長くなったな。何か喋ってると思うのよ。猿だって喋ってるように聞こえるだろ。お腹が空いたって言ってると思うの。あれが腹減った時の仕草か。でも水を飲むときはこうするのよ。うわ本当だ。本当よ。だから今度はお腹が空いたって言ってると思うんだけれど。トンビ、言うこと聞け。何でも。お前食われるかどうか近づいてみろ。俺がお前俺を尊敬してないのか。してるよ。さあ行け。食わないよ。ほら、お尻振っても食わないよ。腹がいっぱいなだけだ。満腹の時は虎だってウサギの前をどいてくれ。私多分人を食べないんだと思う。食べない鬼だぞ。鬼が人食わないで泥面下げた鬼で、今に話すかしたら飛びかかってくるさ。100歩譲って赤鬼が現れたのよ。どうして握手しないのよ。そんな真似できるんだよ。見つかれ。俺してみようか。握手してみるよ。うん。何かしたけど何もしないよ。クマンパチじゃねえんだ。こいつに刺さったら一貫の俺で。私もそう思ったのよ。抱きしめられた時。抱きしめられた。お前鬼にやられちゃったのか。ギュッと抱かれただけさ。それでそれだけよ。なわけねえ。抱いたらやる。男なんてみんな同じだ。それは人間の男の話だろ。鬼でも男なら同じだ。うるせえ。いや男かなこの鬼。鬼だからごっつく見えるけれど女かもしれないよ。男だと思う。どうして？私を見る目が違うもの。あなただ。わかるよ、これだけは。オスがメスを見る目は生き物の違いを超えて同じだよ。トンビ今だ。網投げろ。やめて兄さん、お腹が空いてるだけよ。じゃあ何か食わせよう。何を食べるかわからないのよ。人間に決まってるだろ。いろんなものをあげたんだけれど関心を示さないの。魚もネズミも食べないの。当たり前だ。人間にしか興味ねえんだ。お腹が空いたって言ってるのよね。わかるわ。通じてるぞ。おかずに返事するじゃねえ。食ってもいいかって言ってるのかもしれないんだぞ。食ってもいいが。うなずだ。くーわ何をやったんだ。鼻。花を食べるのね。お前どうして鬼が花を食べるって分かったんだ。缶。兄さんやってよ。花を取ってきてよ。どうして鬼のためにそんなことしてやるんだ。何する気よ。ほらトンビ、浜の人間に知らせてこい。鬼が妹を食おうとしてるってな。花を取ってきて。妹が食われるって言ってこい。花よ。妹だ。花。妹。分かった。あいつどっちに分かったって言ったんだろう。それから俺は夕暮れの浜辺を走り続けて花を摘みながら妹が食われると叫んで回った。妹が食われる。妹が食われる。妹が食われる。赤鬼が出たぞ。あの女の家だ。だったらほっときなよ。でも赤鬼は人を食うためにでかくなるぞ。今のうちに退治しよう。夜になったら厄介だわ。日が落ちるうちにやっちまおう。問題はどうやってやっちまうかだと考えてるうちに日が落ちた。妹のところへ戻ったら赤鬼はもう逃げ出した後だった。その夜赤鬼はその名の通り神出鬼没した。おー、よしよし、イデバちゃん、早く帰りましょうね。早く帰らないと赤鬼が出るらしいのよ。本当だと思う。うわ
マスから目を離した。すいません、あなた。てめえなんか母親失格だ。でも無理やり私の手から奪っていったの。縁側に上がり込んで昼寝していた池松をそばにして死後をくれそう言ったの。赤鬼は赤ん坊を食べるんだ。だから赤いんだ。青鬼は青鬼を食べて黒鬼を食べるのが黒鬼よ。わあ、浜のみんな、家から赤ん坊を出すんじゃないぞ。子供を家に置いて赤鬼に食われちゃたまらない。みんなそんな気持ちなんですよ。またあの女よ。あの女の身代わりで秀松が赤鬼に食われたのよ。まだ壊れたとは決まってない。決まってるわ。赤鬼と二人っきりよ。秀松が赤鬼を食べる。そりゃまあな。でしょ。だったら秀松が食われるのよ。そんな食うか食われるかっていう考えから離れてはどうなの。獣なんて朝から晩まで食うことしか考えてない。だから獣だよ。うちのばあさんも食うことしか考えてないよ。これは聞いた話なんだが、狼に育てられると狼になる。じゃあ赤鬼に育てられると。のようなトンビ、お前が顔出すより合いじゃない。妹のとこへ。俺の子供の代わりにお前の妹が食われろ。赤鬼は赤ん坊を食べないと思う。赤鬼は人を食わない。赤鬼は花を食う。俺花を食べるのを見た。そういう人を食ったようなこと言ってるから鬼を呼んじまうんだ。鬼は花を食ったような喋り方をすると思う。足りない知恵で話をかき混ぜやがった。もしも赤鬼が花を食べるのなら浜昼川を餌に誘い出し、海の洞窟のあるあそこへ追い込むんだ。あんただ。今はこの足りない知恵にすがりましょう。花をば見ろ、食ってる。浜昼川の花を食ってる。あいつは鬼だ。こっちを見てる。秀松よ。秀松は無事だわ。赤鬼が秀松にも花を食わせようとしている。人間は花を食べると思ってるんだ。人間が食べるか。食べたわ。秀松も花を食べた。その上笑ってる。大変だ。もう秀松も赤鬼になりかかっている。そういえば秀松のやつ、気持ち赤くなってないか。お願い、一刻も早く。花を食って油断している。今だ。ご相談ですか。赤鬼は海の向こうから来たのか。長老方の方が知恵があるでしょ。人生の知恵が。人生の知恵も海の向こうにお役に立たない。あれ長老あったんですか。海の向こうあの先に行くと船は落っこちるんじゃなかったんですか。わしゃ今でもそう思ったね。海の向こうはガラス瓶の中にも同じ何にもありゃしませんもんね。お前知っとるんじゃな。赤鬼のことずるさ
魚取る代わりに網で情報を取るから情報網っていうのかい。じゃったら救ってみろ、赤鬼からあの子。だったらって言われてもな。我慢ならん。わしはこういう若い者の揚げ足取るしゃべり大嫌いじゃ。水道じゃないかそのしゃべりじゃ。ら。入ったらまた怒られちゃった。長老、普通頼み事があるときは頭を下げるんじゃないんですか。あだまあわしは嫌じゃ。稲穂になったつもりで神戸を垂れましとうとう時代が向こうから俺の方に頭下げてきたのよ。 USO をもう嘘とは呼ばせない。表紙は今横をただ乗りてー。というわけなんだトンビ。俺はさ、自分で言うのもなんだけれども新しい人間なのよ。男と見込んで頭下げられたら断るのがいるよ。それ古い人間って言うんじゃないの。トンビ、チャンスだぞ。お前の妹になら赤鬼が心許すかもしれねえ。自分で赤鬼と話したらどうだい、そのガラスの嘘でさ。俺のガラス瓶にも赤鬼の情報は入ってなかったのよ。それで赤ん坊を救い出してみろ。途端にお前は浜のヒロインだぜ。あんたはヒーロー。俺はヒロインの頭の足りない兄貴じゃないか。ヒロインの頭の足りない兄貴イーサウンドだは。私は信じないね。もしも私が赤鬼と意志が通じ合うものなら赤鬼の仲間呼ばわりされるのがオチさ。なんとか言って。お前全てに絶望してはいけないよ。兄さんは不幸を味わう舌を持ってないのよ。まだ俺は不幸の舌ったらずとでも言うのかな。自分を不幸と思ったことないもんな。兄さん、私も兄さんも結構不幸なんだよ。兄さん自分が嫌われ者だって思ったことないだろ。え、俺嫌われてんの？知らなかったの？嫌われてるよ。見つかれ本当？まあ嫌われてるというか相手にされてないというか、でもここ一番祭りの夜なんかは思いっきり嫌われるだろうな。知らなかった。ショック？別にだって人が俺を嫌いになる理由がないだろ。あるよ。ないよ。あるよ。ないよ。あるよ。ないよ。あるんだよ。よそから来たっていう理由だけで人は人を嫌いになれるもんなんだ。兄さん、うちの家はそういう家だったんだよ。その嫌われ者が浜の人間に受け入れられるんだぞ。こっちが願い下げだよ。お前、秀松がかわいそうだと思わないのか。思わないね。ひどい女だ。でもその冷たいところがたまんない。そういう女の体ってのが乗っかった時一番熱く感じるもんだって見つかり言ってたよね。俺はやりたいだけの男か。そういう種類の男がこの世にはいるけど俺がそれだって言ってたよね。俺はさ、これでもお前たち思いなのよ。お前たちがさ、浜の人間に受け入れられる日を夢見続けてきた男だろよ。全てが全てに開かれる日よ。それが赤鬼を見たら手にナタを持つわけ。お前、あれは獣だぞ。赤ん坊を救い出したらみんなでその獣をなぶり殺す気ね。ここまでしないさ。それがあんたたちのしてきたことさ。でもあの赤鬼は美しい花をむしゃむしゃ食う獣だぞ。あんたたちだって草を食べるだろ。水かね。なんだい。浜の人たちと約束してくれる？赤鬼が秀松を引き渡したらその後3日でいい。7日か10日、赤鬼には手を出さないということ。わかった！あの女がそういうのなら7日間は何もしない。代わりにすぐにも秀松を海の洞窟から救い出してほしい。妹は何を思って海の洞窟へ向かったのだろう。それからの妹は口癖の絶望という言葉を口にしなくなった。でも相変わらず僕にはその言葉の意味はわからない。絶望なんてものは見たことがないし、どこにあるんですか？ま
っけ？服よ服。私はフーファック。いいわそれでも。まファック。あなたの名前はいい？まファック。アニー、トンビ、オーニー、はいどうぞ。フラッファック。トンビトンビ名前つけてやんないと。犬だって拾ったらつけてやる。でも自分の名前を自分の口で名乗れたら人間だってわかるじゃない。人間ってそういう動物だったのか。そうよ、自分の口で自分の名前を名乗ることができる動物よ。じゃあ推しは？その話はまた別の時にして。アクションフラグドナドアクションアチロム？アクションアチロム？フラットンビトンビ名前が分かるだけで昔からの中のような気がするね。アチロム、赤ん坊を返して。わかる？赤ん坊。兄ちゃん赤ん坊やってよ。え？赤ん坊よ。ブシッバーンブシッバーンブシッバーン。それがあるよ。バついた。バビー。どういう？あれ？水金隠れてたの？生き残ってるんだよ鳥の。赤鬼本名アチロム、バビ赤ん坊。アチロム、ファックにバビー返して。返してやってよ。返しては難しいよ。お前赤ん坊持て。ほらいいかバビバビー。返せ。バー頭だけ返すな。両方返せ。早くターン。俺がやるよ。バビ返せ。返せ。返せ。アチロム、ファックにバビーリテ返してくれた。トビ浜のみんなに秀松が助かったって言ってこい。秀松！おい秀松！よかった！赤鬼を叩き殺せ！待ってくれよ、約束じゃないかよ。あのガマツって言ったじゃないか。冗談じゃないよ。私がこの子をさらわれてどれだけ辛かったか分かるか。お前みたいにやらされるだけで子供を産んだことが忘れには分からないんだよ。この母親の苦しみってやつだ。赤鬼をかばうならお前も一緒に焼き殺すぞ。話が違うじゃないか。浜の長老、どこにいるのさ。赤鬼を野放しにしてまた赤ん坊がさらわれたらどうするんだ。この人は鬼じゃないの。人よ、人間よ。鬼を人間呼ばわりしてるぞ。お前同類か。言った通りだ。ひどい奴らだ。でも兄さん、私は絶望しないよ。7日間もらったんだ。あの人でなしたのにこの人が鬼でなしたと知らせてやるための猶予の時を。絶望するのはそれからでも遅くない。この海辺の洞窟に火をかけるというならやるがいいさ。けれどその火はお前たちの罪の炎だよ。罪が深ければ深いほどその炎は燃え盛るというわけだ。やってごらん、見てやれよ。お前らがどれほど罪深いか。僕に焼かれるのはお前だ。洞窟に火をかけろ。それから浜の人間たちは手に武器を持ち松明を持ち海の洞窟へ押し入った。奇跡というのは一生に何回くらい起こるのだろう。僕にはよくわからないけれど僕はその時を1回に感情している。奇跡は起こった。
火をかけるはずの人々が凍りついた。息をのみ目を見張ったまま。それは見たこともない木々の緑、見たこともない金色の鳥、瑠璃色の蝶、真っ赤な果実、水晶の泉、そして時折この浜辺で見かけるあの流れ着いたヤシの実。トンビ来てみろ。なんだい見つかね。なんだろうこの壁に描かれた絵。海の向こうだ。え、きっと赤鬼が住んでいた海の向こうだ。水金が言ったことが本当なら、海辺の洞窟の中に海の向こうが不意に現れたというわけだ。ここはガラス瓶の中だ。何？本当に海の向こうはあるぞ。アチロム、この壁に書いたのはあなたなの。景色ではない。魔物が描いた絵だ。あいつはやはり魔物だぞ。魔物かもしれない。けれど神様かもしれないよ。神様はいつだって海の向こうから来たんだから。この妹のセリフは浜辺の人をおじけつかした。ただでさえ不気味がられていた妹の口から、あの女の口から神様だなんていう思いもやらぬ言葉が出たから。そして三金が、そうだ、俺は海の向こうのこと一番よく知ってるんだ。驚くな。あのかかしでさえ海の向こうからやってきたんだとわけのわからないダメ押しをした。多分得意の嘘をついたんだ。偽りは真実を生むためのつわりだ。それで決まった。わかった。約束通り7日後、その間には我々の前から姿を消せ。赤鬼、海の向こうにでもどこにでも。奇跡が終わって次の奇跡が始まった。次の奇跡、それは3日目に起きた。大事だった。浮かない顔してどうした？どうしても伝わらないの。何が？壁に当たったって感じなのよ。お前は身振り手振りが下手なんだ。俺とトミーがやってるな。例えばこれが水をかけるだ。ひどいわ、黙ってたなんてパシャンで、これが熱湯をかけるだ。ひどいわ、黙ってたなんてバシャ。何が伝えたいんだ？そうは桑名の焼きハマグリって伝えたいの。やってよ。いきなりそういうのじゃなくてさ。ああ、じゃあ分かった。この最後の一切れは遠慮の塊ですっていうのは。それ俺がわかんない。だって簡単な言葉ならほとんど伝わるようになったの。そうなの？やだ。お前わかるのか、たった3日で。大体ね。あまりそばで喋るんじゃねえ。食われるぞ。おい、こういうのもバイリンガルっていうのかよ。赤鬼の国ではみんなその言葉喋るのか聞いてくれよ。プラストランスンビダガトビプロム。そうだって。プロムは入っていう意味だ。いいえはなんだろうな。ぐらいよ。プロズなんだって。赤鬼と呼ぶのはやめてほしいって。じゃあどこの国から来た？どうすればってんところに。赤ニオって国よ。赤ニオ大して変わらない気がするけど。その赤ニオは海の向こうにあるのか。聞いてくれ。俺がずっと知りたかったことだ。あの洞窟に描かれた絵が海の向こうなのか。海の向こうってどういうんだろう。
どうして？だって人間なら必ず見通せる向こうが欲しいはずだよ。あんなに苦労して人が山を登るのは見通せる向こうを見たいからさ。お前いい女になったな。え？昔は身の回りにまでしか目が届いてなかったのに、茶碗洗って窓拭いてた。これからは茶碗洗って窓拭いて言葉も磨くわ。アツロムに伝えながらいつの間にかパイルの塔を登ってさ、言葉を超えて海の向こうが見えてくるかもしれないもの。水金も時々そんな嘘を言ってたけれど、妹の口から聞いて初めて本当らしい気がした。人は見通せる向こうが欲しいのだ。私は死人のエネルギーで生きてきた。無念の思いを抱えて海に沈んでいった人間がいる。うちの家はそういう家だ。だから私は絶望を口にしても本当に絶望したことはない。兄さん、私たちの母さんはそう言いながら海の沖で死んだ。この綿の原にこぎ入れて死んだ。雲井にまごうオキス白波は夕日のうてだ。そこから覗く茜色の海の瞳が母の絶望。私もまた死人のエネルギーで生き続けているのかもしれない。その同じ母の子供だというのに死人のエネルギーと聞いても僕は頭にゾンビしか浮かばないバカだ。僕には母の絶望も妹の絶望もわからない。ああ、カツオドリだ。なんだい？沖にカツオドリが見える。あの群がる鳥の下にはカツオの大群がいる。大量の前触れだ。それは大量の前触れではなく間近に迫る事件を知らせる沖のカツオドリだった。ああ！大事だ！あれ、お前今何で言った？大事！大事は赤鬼の言葉でも大事なんだ。同じ言葉があったなんてよ。本当に大事だぜ。大事って何が大事だったんだ？あ、そういえばなんだ？忘れちゃったよ。確かに大事だったんだけどな。それじゃ大したことないのよ。その時思い出せれば大事は小言で済んだのかもしれない。大事。大事。大事。水金と赤鬼が通じた。これこそ大事よ。大事という言葉で、たった一つの言葉で本当に大事よ。俺が赤鬼と喋った。赤鬼は俺の言葉が分かるぞ。しかも結構楽しいやつだぞ。その噂は瞬く間に浜に伝わった。そして大事になった。よいしょよいしょ。わざわざ山越えて道長いがあったよ。楽しかったね。いい鬼だね。先だしね。人と喋ると1年長生きするらしいよ。俺味方も喋ったよ。ここだばあさん。待ってくれよ。隣の浜から来た。この夏で104歳になります。わしらは双子です。似てないわね。あなたが赤鬼さんと喋らせてくれるという福ちゃんかい？はい。メイドの土産にと思って、それに毎日のことも話ろうかと、エンバ様のことも聞いておこうと思って。エンマ様が東映に当たるのかい？それとも上司かい？なんかウニみたいだな。何すんのよ。バカしたいやかい？エンマ。ごめんね。みんな馴染んではくれても赤鬼扱いするのだけは変わらなくて。私がね、子供の時さ、浜に人魚が現れてね、その時さ、その人魚の肉を食べてね、それでこうして不老長寿さ。よ、森光子。今日は鬼の肉を食べに来たんだ。冷やかしはやめてください。わしの言ったこと分かったのかね、赤鬼さん。分かってないと思います。だったらあんた伝えて。伝えられません。どうしてこの人に失礼だと思います。赤鬼に失礼もないだろ。あんたこそ年寄りに対して失礼だよ。年取ってるからって図に乗らないでください。乗
聞けばお前この赤鬼使ってこの浜の人気者になろうって腹の女だろお前。噂はご自由に。嫌な喋りだね。噂はご自由にだってさ。嫌な女に限って自由を振りかざすんだよ。それでショートカットなんだよ。もうやっちまったのかい赤鬼とは。どちらが生まれるんだろうね。人かね鬼かね。鬼の方がいいです。人間はどんなに年取っても賢くならないから。あんたら見てるとよーくわかります。大したことじゃないよ。プロスドルンって言われてドルンスベ。どうしたんだい。あんたたちが鬼の肉を食べたいって言ってるって言ったのさ。もっと長生きするために。なんて言ったんだい。食え、そして生きろ。シャレにならないねまったく。やっぱり鬼にはユーモアが通じないね。じゃあまあお言葉に甘えてあいた歯が立たないよ。笑えた笑えた。これでもう少し長生きできるかね。ねえ。嫌なじじいとババアだったな。赤鬼、表で子供たちが待ってっぞ。年寄りはああだけど子供はわけ隔てがないからね。赤鬼と本場の鬼ごっこやるんだって言ってたぞ。そういえば司令が節分の日赤鬼と遊びに来てくれって言われて。鬼は外鬼は外福は内。俺赤鬼のおかげでいろんな人に相手にされるようになった。ありがとうって言ってくれよ。俺も方々から感謝されたり表彰されたらそう言ってくれ。自分でいいな。その日の妹は機嫌が悪かった。赤鬼は確かに浜の人に受け入れられたけれども、依然として人ではなく赤鬼のままだった。どうして誰もあちらも人間と思ってくれないんだろう。自信がなくなってしまうよ。本当にあんた人間なの？あんたこの浜に来てからもう半年も経ってんのよ。もうちょっと人間の言葉もさ喋ったらどうなのよ。なんか私分かんなくなっちゃうのよ。なんであんたのためにこんなに頑張ってんのか。近頃のあなたは月を思う姫のようね。帰りたいよね、ヤシの実なら。ここでは私だけが頼りなのにね。ごめんね、浜辺の話ばかりにかまけてあなたが描いた海辺の向こう、洞窟の中の海の向こうを忘れていた。あの絵が本当に海の向こうなの？わかる？向こう、ここ、向こう、ここ、向こう。ダメか。今日もやっぱり海の向こうだけは伝わらないか。I have a dream. 何それ、また新しい向こうの言葉ね。 I have a dream. 前よりずいぶん聞きやすい言葉になってきた。 I have a dream that only there there's a water will rise up and repeat the tremendous of extraordinary. We hold it that to be celebrated that all men are created eternal. 不思議よね、あなたの言葉全くデタラメに聞こえてた頃
ってることが分かってくるとあなたの言うことが分からなくなる。 I have a dream. 分かってるつもりよ、今言ったこと。でもね、私は怖くなるよ。全ての言葉が分かった時、本当に何も分からなくなるんじゃないかって。 Let freedom ring. 自由とかなんとかいうものに金を叩かせろって言ってんでしょ。 Let freedom ring. 分かってるよ。その金って女王の金でいいの？お寺にあるやつあれでいいの？自由なる者にお寺の金をつかせろ。何のためにそんなことするの？分からないよ。あなたは誰なの？どこから来たの？どうして漂流していたの？ Let freedom ring. I have a dream that over there. Let freedom ring from every hilly, from every wild city, every big out, every homeless, from every study out, every city. Let freedom ring. それがあなたの夢なのね。 Let freedom ring. できてるのあの二人。嘘、絶対にかけてもいい。私そういうのに疎いの。全然気づかなかった。食いたがる女がいる。そういう女ほど本当は疎くない。いつも誰と誰ができてそんなことばっかり考えてる。俺がそんなタイプの女の男だ。だから分かる。できてる。お前の妹と赤鬼はかけてもいい。やられちゃったね。やられた？本当にそこまで言ってるか？そうじゃなくて、あ、やられちゃったってやられただよ。だからどのやられただ？やられたってやつだ。わかんねえんだよそれじゃ。やられちまったようなやられただろ。そうよ。ブシやられたでもないし、やられちゃったんでもない。やられちゃったなーだ。とにかくやられたんだ。その日の水金は俺の左の脳より足りない感じがした。嫉妬は人間の左の脳を愚かにさせる。おいトンビ、これからの話は嫉妬していいわけじゃないぞ。もはや信じられなかった。でも聞いた。お前大事って言ったろ。大事？赤鬼と一緒に半年ぐらい前から覚えてないか？沖にカツオドリが飛んでいた時。無理だろうな。あの時でさえすぐに忘れちゃったもんな。そうなんだよ、忘れちゃったんだよ。俺あの時沖に見たことのないでっかい船を見て大事だーって言ったんだ。そしたら赤鬼も一緒に大事だーだって。あ、でも何が大事だったか完全に忘れちゃったな。忘れてないじゃねえか。何？見たこともない大きな船が沖に見えたんだろ。それが大事だろ。あ、そっか。やっぱり船が来ていたのか。え？トンビ、大事だぞ。どういうことだい？あの日からこの浜に信じられないほどのガラス瓶が流れ着いてる。嵐もなかったのにかい？俺はこっそり拾い続けた。いつものようにどうせつかだよ。今度のは違った。何本のガラス瓶に入ってた？何本？1本2本いっぱい。全てのガラス瓶に入っていた。なんか入ってる。なんか書いてある。赤鬼の言葉だ。それも全てあの赤鬼宛ての伝言さ。どうしてわかったんだよ。お前の妹が赤鬼の言葉を喋るのを少しずつメモして、とうとうおとといこの伝言の意味がおぼろげに分かってきた。あの日さぎりの向こうにお前がおぼろげに船を見たように。だけどはっきりと見たわけじゃない。俺もだ、はっきりと分かるわけじゃない。でもこれが浜の人間に知れたら大変なことだくらいは分かる。その言葉は大事なのかい？大事だ。大事だ待てトンビ。俺はよ、子供の頃から出まとばしの狼少年と言われ続けてきた。知ってる。その狼少年はよ、大きくなると狼男になるなんていうような嘘ばっかりついてきた。浜一番の嘘つきで。でも嘘つきは餅つきの始まりなんだろ。そのことわざ信じてくれたのはお前だけだ。じゃあそんなことわざ。けれどいつか嘘つい真実の餅をつく。偽りは真実を生むためのつわりだ。そう思ってデマを飛ばし続けてきた。でも今度のばかりは俺も怖い。このガラス瓶の伝言がいつもの偽りなのか本当の偽りなのか自分でも見当がつかない。だから気をつけろ。この話を広めたが最後、あいつはもちろんお前の妹も命がないぞ。そこんとこよく考えてから大事と言えという間もなく噂は広まってしまった。大事だ。おい、流れ着いたガラス瓶を拾え。水からのような真似ができるんだ。いいから中を
けれどもとにかく大事だ。大事だ。おお赤鬼とあの女を浜へ引きずり出せ。そして夜が明けて暁の鳥が鳴き、浜の裁きが始まった。どこの浜にも一人、人も魚も裁くのがうまい裁き屋がいる。浜の裁き屋は手短に行くぞ。知りたいことだけを知る。女は浜の噂によればお前は赤鬼と通じているのか。通じているってどういうこと？通じているは通じているだよ。身はともかくも心は通じ始めたかもしれない。身も通じてる。水金、お前は証人なのだから手短に声高に。俺はあまりお前に不利になるようなこと喋りたくないのよ。お前はさ、あの赤鬼に騙されてるだけなんだから。騙されてる。浜一番の嘘つきの口からおしゃれな言葉が出てきたね。説教泥棒というのは知ってるけれど、説教嘘つきってのは初めてだ。水金、ここまで言われてまだかばうのか、あの女を。かばう？私を教えてやろうか。この男はね、嫉妬してんのよ。その女はお湯と心が通じてお湯になっちまった。心ばかりじゃない、身も通じてるんだよ。身が通じている、そう言ったのか。身が通じているとはなんだ。手短に声高に。その女は赤鬼とやってる。お聞きになりましたか、今の証言。この女は赤鬼とやってるんです。やってないよ。俺とはやらねえくせによ。あんたとやるくらいならやれよ。ほら、自ら証言したらやったと。やってないよ。やったやったとかやんないとか、そんなあれをこの裁きはあれするの？あれしてもらっては困るが、私は昔から鶴や狐が人間の女房になると聞いて、あれはどうしてる？甚だ疑問を持っていた。どうしてる？え？赤鬼とはどうしてる？そんなあれ関係ないだろ。これはそんなあれの裁きだ。お前赤鬼とはどこまで通じた？何を通じた？身も心も超えて。何のこと言ってるのさ。赤鬼たちがこの浜辺を襲ってくる。この赤鬼の手引きで。誰がそんなバカ言い出したのさ。俺さ、こいつはわざとこの浜に流れ着いてきたんだ。わざと流れ着いた。わざとなんでさ。合図を送るためだ。ほう、何に？トンビが見たという大事の船だ。次から次と何にも入ってないガラス瓶から嘘を紡ぎ出せるね、水金。みんな忘れないでくれよ。浜一番の嘘つきは合図だよ。第一、この浜からどうやって合図を送るっていうんだ。ほら、グーの音も出やしない。空っぽのガラス瓶から嫉妬した男が作り出した妄想だからさ。これが最後に流れ着いたガラス瓶で、俺だけじゃねえ。浜の人間みんなが拾った。何か入ってる。なんだこれは。この赤鬼への伝言だと思う。女、読むように言え。発論、レズメ。I have a dream that only there let freedom ring from my body, from my body, from my body started, and everybody sighting. どうだ女、今の言葉聞いたことがあるか？あるわ。それは何だ？この人の夢よ。どんなことだ？早く鐘を鳴らせと言ってるんだと思う。どこで？浜という浜で一斉に鐘を鳴らすことがこの人の夢なのよ。何の鐘だ？それがこの人の自由への合図なんだわ。それは自由への合図か？もしかしてそれは沖に近づいている船への合図ではないのか？この浜に鐘が鳴り響き、赤鬼たちが我先に船からこの浜に上がってくるんだ。この浜いっぱいに赤鬼たちが溢れ出てくるんだ。俺はそう思う。俺たちは騙されてるんだよ、この赤鬼に。みんな忘れないでくれよ。こいつは浜一番の嘘つきだよ。そっこっちよね。あなたの仲間がこの浜に来ようとしているって。本当のことなんて言うわけ。It's Rose Stride. なんて言った？ It's Rose Stride. 嘘じゃないって。あなたはこの浜にわざと流れてきたの。From なんて言った？はいかいいえか？今のははいだ。俺は知ってる。何のために？ it's a black flood ring. なんて言った？嘘はつきだ。お前とは違うよ。なんて言った？船の上の仲間に合図を送るために鐘を鳴らしてこの浜という浜から。 I have a dream. もはや疑う余地はない。鬼どもが下奥へに上陸してくるんだ。
関係ないと言ってしまえよ。人だよ。こいつが人か鬼かなんてどうでもいいことだ。この赤鬼を本当の鬼にしてしまえ。そうすればお前は人でいられるって。最後にもう一度だけ聞いてやる。女、お前の目にこの赤鬼が何に見える？人よ。日が落ちた。裁きは終わる。明日一番日が昇るとともにこの赤鬼と女を浜で朝日の晒し者にして処刑する。浜辺の鐘を鳴らすわけにはいかない。二人を海の洞窟に入れろ。そして今宵は夜通し交代で見張れ。私、とうとうあなたが分からなくなった。あなたの言葉を知りすぎて。何のためにやってきたの？どこから来たの？どこへ行くの？今なんて言った？それがあなたの海の向こうという言葉ね。やっぱりこの絵があなたの海の向こうなのね。わからないってどういうこと？あなたがここに描いたこの奇跡の壁画は何なの？え？どこ？あなた、いつの間にここに文字を刻んでいたの？この洞窟に暮らした赤鬼が記す。この絵は俺たちの祖国だ。海の向こうだ。けれども俺たちは海の向こうを知らない。遠い昔にそこを出たから。俺が生まれる前、遠い昔にその岸辺を離れた。その土地の平熱は38度。そこには至福の真昼があった。岸を離れたヤシの実のように、それから俺たちの流浪の航海が始まった。幾多に浜に打ち上げられてもそこはあの浜ではない。そしてどの岸辺に漂着しても俺たちは受け入れられなかった。今度こそあの岸辺が俺たちの海の向こうだ。そう思いながら俺はこの浜にたどり着いた。そして俺の仲間はあの沖で俺が鐘を鳴らすのを待っている。俺が鐘を鳴らす。やっと戻ることのできる海の向こうがここにあると自由を知らせる鐘を。俺たちは遠い昔海の向こうからやってきた。けれどもまだ海の向こうを知らない。この絵は誰も見たことのない海の向こうだったのね。本当だ、ここにも彫ってある。近頃はガラス瓶の伝言がなくなった。沖に燃やいする仲間の船が決して鳴らない鐘にしびれを切らし、次の岸へ向かったのだろう。あなたを残して。あなたが死んだと思って？ひどいね。そうね、ひどくないわ。確かに明日にはもう私たち死んでいるんだものね。でもね、私はまだ絶望してない。暁までにはまだ間があるもの。うちの兄さんアンナだけれど、多分一晩上来て今頃あれやこれやと私たちを助け出そうと思案にくれているよ。その晩はどういうわけだかぐっすり眠ってしまった。心臓に何か詰まるような音がして目を覚ました。目を覚ましたら今度は眠れなくなった。波と波の重なる音が耳について眠れなくなった。やがて砂と砂の打ち触れすれる音も聞こえてきた。そして何かが鳴く音が聞こえた。初めは漁師たちの網が鳴いているのだと思った。今思えばあれは赤鬼の鳴く声だったのかもしれない。誰だい？俺だ、水狩りだ。どうしたんだい？眠れねえんだ。お前の妹のことを思うと欲しい。
このままやれないで死なせてしまうな。あまりにも惜しい。じゃあどうすんだい？まず俺が久しぶりに狼少年になる。浜辺を狼だって叫んで走んのかい？多分誰も信じない。誰もどうせ何でもないと油断するその隙に俺は船を盗む。お前はその船にありったけの食い物を盗んでた。その船に赤鬼と妹を乗せんのかい？バカ！二人っきりだとできちまうだけじゃないか。俺たちも乗るんだ。俺もヒーローとヒロインとヒロインの頭の足りない兄貴、いい響きだ。あれ赤鬼は何なんだい？あいつに案内させるのよ。海の向こう行くつもりかい？自分で言うのもなんだけれども俺はロマンチストじゃないのよ。知ってる。いきなり海の向こうへ行くなんて危ない真似はしない。じゃあどうすんだい？沖でもやい船している赤鬼の仲間のところに案内させるのや。食われないか？あいつの言うつ恩人だぞ。お返しに人を食べる習わしだったらどうする？その時はお前がいる。あ、そっか。分かったな。叫べ狼少年。俺も狼少年なのかい？声だろ狼だ。心配しないで。あんなこと言いながら近づいてくるのは兄さんたちくらいしかいないわ。兄さんありがとう。見つかりがね、やっぱりお前とやりたいんだって。そうは言ってないだろ。女は2種類に分かれる。やりたい女とやってやんなきゃいけない女。つまりお前とお前以外の女だって。トンビ急げ。船に乗ろう。あちらめ。あれどうした？何なのこれ。壁に正しいの線の字がいっぱい書いてある。私たちもそんなことするわ。なんだって？この浜辺に来てからの日数壁に彫ってたのよ。早く帰りたかったのね。その壁に彫られた正義を示す正しさなんてこの浜にはなかった。みんな急げ。早くしろ。飛べ。急げ。うまいぞ。今日は霧の海だ。灰色の帳が俺たちを隠す。浜のやつ俺たちを見つけられない。トビもうやりますぜ。岸を離れるな。行くぞ。この浜に母さんは絶望して沖に出てった。けれど私は違う。この磯に愛想を尽かしても絶望したわけじゃない。そればかりかここを出ていくことが誇らしいくらいだ。私はこれから海の向こうへ出ていく。母さんの越えられなかった我が罪の向こうへ。船出した時なぜか4人はワクワクと陽気だった。敵に追われアルプスを越えながら陽気にエーデルワイスを歌うトラップ大佐一家の気持ちが分かった。このワクワクした陽気な4人からまず脱落したのは水金だった。なんだと。仲間の船はもうとっくにいなくなっちまっただと。そうだろう。私もそう思った。てめえまで笑うんじゃねえ。おかしいと思ったんだ。岸を離れて何日も経つのに船が見えねえからや。てめえ騙してたら。なんで言った。浜一番の嘘つき騙した俺が一番。お前はこれから浜2番。飛べ。浜に戻るぞ。どこへ戻るって。浜。お前魚を取ったことないから知らないね。潮を見てごらん。回ってるだろ。戻れないよ。戻れない。どうするつもりだ。このまま海の向こうへ行くまでだ。行けるわけないだろ。おい赤鬼。海の向こうがどこにあるのか知ってるのか。アルドルスに出たりオーバージオシアン。海に出てから妹と赤鬼はずっと陽気だった。僕は水を得た妹を初めて見た。妹は人魚だったのだ。
なんでこんなに魚が見当たらねえんだ。時計に俺たちの匂いがわかるのか、深のやつが近づいてくるだけだった。深を取ったら食えるのにな。嵐が近いって。それで魚が寄りつかないんだって。仕方ねえ、飛んでいっぱい積み込んだ食い物だぜ。あ、なんだこれ、花じゃねえか。赤鬼の食い物だよ。俺たちの分はないよ。なんていっぱい食い物積み込めって言ったろ。だって花でいっぱいだよ。1、2、いっぱい。兄さん数字に弱いのよ。2までしか数えられないの。3つ以上がいっぱいなの。じゃあここには赤鬼の食い物だけがあるんだ。花を食えって。食えるかこんなもん。いや減らない。腹減った。うるせえ。普通の空腹って腹が立つけど、ここまで腹が減ると笑いしか出ないね。そして笑うとまた腹が減った。腹が減るたびに笑いはこみ上げてきた。僕たちは陽気でいるしかなかった。兄さん、見てあげて。何を？アツロムが海の向こうが見えた気がしたって。うん。見てみる。見えた？ごめん。あれ？赤鬼が息をしてないよ。僕の笑いの息の根を止めたのは嵐だった。嵐が近づいて空も海もみるみる元気がなくなっていった。もはや陽気なのは妹だけになった。その明るさときたら妹の葬式の青空のようだった。
あいつら生きてたんだ。生きて帰ってきたんだよ。あの女もいるぞ。とんでもねえ、あの女なんて助けてやることないよ。また海に叩き込んじまえな。やめろ。助かったんだ。もうこれ以上のことはするな。ありがとう。おいしいね。ああ、これはフカヒレなんだよ。特別さ。助かったんだからね。なんて言ったの？特別だって言ったんだよ。違う、何のスープだって言った？フカヒレ。フカのヒレだよ。フカヒレはこんな味しないわ。食べたことがあんのかい？食べていたわ。毎日海の上で。だからわかるの。違う。これは違う。フカヒレじゃない。絶対に違う。あいつどうしたんだ。奥で吐いてる。吐いてる。ゲーゲー黄色い液しか出ないのにゲロしてる。漂流してる間何も食べずにいたのに急に飯食ったから戻してるのさ。何も食えずにいたからな。フカヒレだって言ったよね。水かね、海の上で私に食べさせていたもの。朦朧とはしていたけれど、あなたはフカヒレだって言っていたよね。言ったか。言ったよ。私が食べたのはフカヒレじゃないよ。お前俺を責めてるけれどよ、朦朧としてたなんて言ってるけれど知ってたんじゃないのか。俺がフカのヒレじゃなかったことくらい知らなかったよ。知らなかったふりしたかっただけじゃねえのか。でなけりゃなんでこの嘘つきにフカのヒレだって言われてよ、あっさりと簡単に信じたんだよ。兄さん、俺の話何一つ信じないお前がなぜあん時だけ。私は兄さんに聞きたいの。あんたの言葉じゃないの。俺はお前を生かそうと思った。生きてほしいと思ったんだ。お前を愛してるからよ。嘘だよ。お前とやりたいから生きろ。でないとお前とやれねえ。兄さん、本当のことを教えて。私が死にかけていた時、あの人は、アチロムはもう息がなかったの？それとも少しは息があったの？え、どうなの？どういうこと？俺よくわかんないよ、お前の聞いてることが。わかるでしょ、兄さんにも。私がフカヒレを食べたのはアチロムが息を引き取ってからなの。どっちでもいいじゃねえか。あいつは死んだ、お前は生きた。だってよ、あいつは香りだぞ、人じゃねえじゃん。お前フカだったら食えたんだろ。もしそれが赤くともフカだったら食えたんだろ。俺はよ、こう見えても本当にお前思いだろよ。お前はもう死にかけてたのよ。船の上で俺たちにはさ、何も食い物がなかった。お前は少数しきって何も食える風じゃなかった。そんな時にさ、赤鬼のやつ目の前で死んでたのよ。あいつはもう人でもなければ鬼でもねえ。物よ、肉よ、食い物になってたんだよ。食べたのね、水かね。食ったよ。兄さんも食ったの？食った。うまかった。腹減ってたから。私は、え、私もこの口であの人の肉を食べたのね。お前はさ、うつろな目をしてまだ笑ってて、それでもね、なんか俺たちが食わせようとしてもその肉を食べないんだよな、水かね。だからよ、俺がこの嘘つき野郎がお前に嘘ついてやったんだよ。心配すんな。
これはフカの肉だ。フカヒレだぞ。これを食って生きろって。初めて私があの人に会った時こう言った。あんたは鬼よ。人を食うから鬼なのよ。ごめん、間違ってたよ私。鬼が人を食うんじゃないのね。人が鬼を食べるのね。人間が鬼を食べるのね。人間が生きるために食べるもの、それが鬼なの。そして覚えてるよ私。腕を差し出しながらいつかあなたが言ったこと。食え、生きろ。私食ったよ。そして生きたよ。妹が死んだのはその翌々日です。この浜の一番高い岬から海に身を投げました。水金はその日から魂がなくなりました。僕はあまり変わりません。多分僕はいろんなことが分かってないから生きていられるんだろうと思います。時折船の上で赤鬼と妹が大笑いしていたのを思い出します。あの時は妹が笑っているのだと思っていたけれど、本当は絶望していたのかなと思います。その姿を思い出すたび、やっぱり僕は笑ってしまいます。こうして僕にも絶望の意味が少し分かってきました。けれども僕は絶望しないと思います。今日もこの浜に海の向こうから何かが流れ着いてくるからです。僕が息を吸うと海の向こうは浜に打ち寄せてきます。僕が息を吐くと海の向こうは浜から沖に帰っていきます。僕は海の向こうと一緒に息をしています。そしてその海の向こうには妹の絶望が沈んでいます。